Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生は中国出身のジョキブンさんです。大家好，我是来自上海的徐希文，请多多关照。ありがとうございます。笑顔がとても素敵なジョキブンさんに今日来てもらったんですけど、ジョさんは中国のどこから来たんですか？中国の上海から来ました。中国の学生って東洋言語学院もたくさんいるんですけれども、すごく自分の街になんか愛があるっていうか誇りがあるっていう感じがするんですけど、ジョさんラジオを聞いてる皆さんにぜひ上海のいいところを教えてほしいんだけど、どんなところがいいところ？とても交通が便利なところです。バスとか、地下鉄とかも便利。なるほど。じゃあ私たちが上海に旅行に行った時も、もういろんな観光の場所に行く時すごく便利なんだ。そうです。なんかね、さっき面白い話聞いた地下鉄って東京も結構すごく便利だと思うんだけど、東京の地下鉄と上海の地下鉄ってどんなところが違うの？名前は使い方法はちょっと違います。上海の地下鉄は1から16までの数字の漢字、でも東京は全部は漢字、東西線とか、銀座線とか、いろいろ知ってるね。覚えないです。そうだよね。そう、東洋言語学院の近くでいうと東西線っていうのが一番近い地下鉄のラインになるんだけど、東京の地下鉄はね、私もさ、東京じゃないところから東京に来たから、最初ね、こんなにたくさん電車があるのってすごく迷ったんだけど、ちょっと難しいよね、名前がいろいろあると。上海はそれが1番から何番まで？16。1番から16番までの数字で名前になってるから、じゃあここに行きたいんだったら5番の地下鉄、6番の地下鉄ってそうです。分かるんだ。それは簡単ですね。それはめちゃくちゃ便利ですね。道路はどうですか？あんまり渋滞とかってないの？朝と夕方はやっぱり混むです。そっかそっか。じゃあそこは東京と同じだね。じゃあ上海の街の中でジョーさんが一番好きな場所、もし私が上海に行くとしたらここに行ったらいいよっていうおすすめの場所ありますか？豫園という場所です。豫園。どんな場所ですか？中国の昔の建物があるんです。清朝の時の建物です。清朝の時の昔の建物がある場所なんだ。そうです。さっきね、ちょっとねインターネットで写真見せてもらったんだけれども、すごくね、なんだろう、伝統的な私たちが思い浮かぶザ・中国っていう建物がたくさんある綺麗なお庭ガーデンですね。そうです。夜もなんか綺麗なのかな？夜はとても綺麗です。すごくね、ライトアップされててね。そうです。いつもライトアップがあります。そうなんじゃ。昼行ってもこう楽しくお散歩できるし、夜行ってもこうライトアップでちょっとムードがある、デートとかもできそうな場所なのかな。ジョさんは上海に行った時に豫園たくさん行きました？何するの？散歩をします。散歩します。そうなんだ。でもさ、すごいなんか私のイメージ中国だから広い庭なんじゃないかなって思うんだけど、どのくらいかかるんですか、散歩すると？歩くは2時間から3時間ぐらい。2時間2時間2時間から3時間かかりました。すごいね。本当にすごくゆっくり散歩する場所なんだ。散歩だけ？その周りは上海の食べ物があります。いいですね。上海の食べ物、また海鮮とかね、いろいろイメージあるんですけど、どんな食べ物？上海小籠包。美味しそう。私も大好きなんだけど、ジョさんどう？上海小籠包美味しい？以前は毎日食べました。朝ごはんでした。そうなんだ。上海の人は朝ごはんに小籠包食べるんだね。私はその朝ごはんを食べます。いいね。東京でも食べたことある？食べました。東京でも横浜でも食べました。
そっかそっか、中華街あるもんね。はい、そうです。どうですか、日本の小籠包は私結構美味しいと思うんだけど、ジョーさん食べてみてどう？ちょっと違いました。違うんだ。どんな風に違うの？上海の方が少し甘い感じあ、です。そうなんだね。はい、そうです。そして肉のスープがたくさんある。そうなんだ、じゃあちょっとなんかぜひそういう美味しい本格的な上海の小籠包食べてみたいな。全体的にさ、上海の料理って甘いものが多い？はい、そうです。あ、そうなんだね。はい、甘い。なんかよく中国の学生から日本の料理はすごく甘い、中国と全然違うって言われるんだけど、はい。上海のジョさんから見ると日本はもうちょっと甘い方がいいって思うんだ。はい、そうです。日本の料理はと上海はちょっと同じの感じであ、す。同じところもあるんだ。甘いの。甘いの？はい、日本人は小籠包も好きです、ね。大好き大好き。はい、だから上海の料理と日本の料理はちょっと似てるところ。はい、そうです。あ、そうなん。じゃあジョさんが日本に来てからこれ美味しいなって思った料理もある？そば、そば、うどん。うどん。はい、うどんは大好き。あ、そうなんだ。カレーうどん。カレーうどん？はい、そうです。あ、カレーうどんってさ、上海にあるの？上海もある。でも日本のちょっと違いまあ、す。そうなんだね。日本は甘いの感じがあります。でも上海は辛いの感じ。ああ、なるほど。上海のカレーうどんは辛い感じがするけど、日本のカレーうどんは甘い感じがする。じゃあ、甘いのが好きな女さんは甘いカレーうどん、日本のカレーで美味しいなって思ったんだ。はい、そうです。値段はどう？物価なんか高いイメージあるんだけど。上海の中心地は東京が同じの感じ。そうなんだ。はい。じゃあそういうところではあんまりびっくりしなかったのかな。はい。じゃあさ、ちょっと今日はね、言葉の話をしていきたいんだけれども、中国って広いからさ、街によってちょっとずつ言葉が違うのかなと思うんだけど、上海の言葉ってどんな言葉なんですか？上海語は他の中国語は全然違います。でも日本語はちょっと同じの感じです。日本語と上海語が同じ感じがするの？はい、そうです。どんなところ？結構日本語と同じ発音の言葉があります。知らなかった、例えばどんなの？例えばぶどうとか。ぶどう？はい、ぶどうってフルーツのぶどう？はい、そうです。そうなんだ。フルーツのぶどうは上海に行ってもぶどうなんだ。はい、同じの発音。ぶどう。じゃあ私が上海に旅行に行ってぶどう食べたいな、スーパーに行きます、ぶどうぶどうって言ったら、上海の人わかる？はい、わかりました。そうなんだ。知らなかった。じゃあ日本人はよくさ、中国語勉強したいけど発音が難しいってよく言いますから、もしかしたら上海の言葉を勉強した方が簡単かもしれないね。それはじゃあジョンさんも日本に来てから日本の発音ちょっと似てるから簡単だなって思うこともあった？それはちょっと違う。そうですそれはちょっと違うか。そっかそっか。ジョさん、高校生の時って上海の人何語を勉強するんですか？高校生の時英語を勉強しました。はい、難しかった。日本の高校生と同じですね。はい。日本語は大学で英語と日本語を勉強しました。そうなんだ。大学の時に勉強してるんだね。はい。英語と日本語ってどっちが難しいの？英語は難しい。そうなんだ。じゃあ日本語の方がちょっとこう。はい、日本語は大好きだから上手になると思います。それは嬉しいですね。東洋言語学院で今日本語を勉強してるんだけど、卒業してから何をしたいと思ってるの？日本の大学で社会福祉を勉強しました。大学で？はい。でもさ、中国でも大学卒業したんだよね。でも専門が違います。なるほど。以前は看護師を勉強しました。現在は社会福祉を勉強しています。そっかそっか。中国では看護師の勉強をしてたけれども、でも社会福祉の勉強もしたいなと思って日本に来たんだね。はい、そうです。じゃあちょっともうジョさんの夢を私しっかり応援したいと思うので、頑張って大学合格しましょう。じゃあ早速ですが、ジョキブンさんに上海語の挨拶っていうのを教えてもらいたい。ちょっと中国語とも違うってさっき言ってたから、ニーハオって言わないの？はい、言わない？上海語はノンホノンホ
のんほはいのんほはいのんほこの感じのんほはいその感じやっぱね発音難しいんですよ。さっき日本語と似てるって言ったけど私のんほはいそうですあ、ほんとほってちょっと上がる感じかちょうな。どお菓子の感じのんのほんほ今ね、はいそうですキムさんが手をこうやって動かしながら教えてくれたからすごくわかりやすかった。のんほこれが、こんにちは。あのんほはこんにちはうん早上好はおはようあ、のんほがこんにちはで、はいもう一回言ってつ早上好早残ほはい早上好早残ほほはおほはいほ早残ほはいこれがおはよう。はいそうです難しいよ。ちょっとおはようの方が難しいな。はい長いちょっとね、のんほのんほ早上ほ早残ほそうです本当大丈夫。じゃあさ最後さよならはさよなら。さよならはゼウェイゼロへはいゼウェイウェイせおえはいせゼウェイおえあなるほど。のんほは最後上上がる感じだったはいけど、そうですせおえ下はい下がる感じそうですさなんだ。よならだからゼウェイあ、さよならが下下がる感じね。悲しいもう一回教えて。さよなら。ゼウェイゼおえはいちょっと短いゼウェイゼおえはいゼウェイゼおえその感じ大丈夫かな。はい私もやっぱり発音難しいよ中国語。ジョキブンさん、私の上海語何点でしたか今日。 100点本はいそうです当？優しいな。ありがとうございます。100点いただきました。ということで、上海語ね、日本語と似てる言葉もたくさんあるっていうことなので、ぜひ皆さんそんな言葉も探してみてくださいね。それでは東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。ジョキブンさんの好きな歌を紹介してほしいんですけれども、中国の好きな歌どんな歌？私の紹介する曲は中国でウルトラマンテッカーの主題歌です。ウルトラマン？はいそうです中国でウルトラマンって放送してるの？はいそうです。あ、そうなんだ。ウルトラマン好きなの？はい子供の時から見ていて今も見ています。わあ、それはちょっと新しい一面を発見ですね。じゃあウルトラマンの曲紹介してください。私は好きな中国の曲はウルトラマンの奇跡叫んです。聴いてください。バイバイ。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあそれではジョキブンさん引き続きよろしくお願いします。このコーナーでは日本に来てびっくりしたエピソードをみんなに紹介してもらってるんですけれども、ジョさんのエピソードも教えてもらっていいですか？はいよろしくお願いいたします。はいそうですね、私は2020年の12月に日本に来ましたが、最初にびっくりしたことは電車やバスを並んで待つことでした。初めて電車に乗ろうと思って駅に来たらたくさんの人が並んで待っていました。さっきね、石川先生とお話もしてましたけど、上海もはい地下鉄がすごくね、便利で乗ってる人もたくさんいると思うんだけど、はい日本人はね、そう整列乗車っていうそうです言葉でね、もう綺麗に並んで、はい電車が来るまで動かないで待ってるっていうイメージだと思うんだけど、中国上海ではちょっと違う感じ？はい違いますね。中国はちょっと私の流行しましたの、イギリスはちょっと似ています。みんなはバラバラの感じ、電車が到着したらみんな一気に乗り込もうとします。じゃあこう列に並ぶんじゃなくて、こう空いてるところにみんなバラバラで待っててっていう感じなんだ。そうです。そういう感じなんだ。まあでも一気に乗り込むっていうところはちょっと私は逆にびっくりしちゃうかもしれないですけど、日本の通勤ラッシュも大変だけど、上海の地下鉄ももっと大変そうだな。はいそうですね。ジョさんが駅で電車待ってて
乗れないぐらい満員だったら、うん次に来る電車待ちますか？いえ、私はその電車に乗っちゃいますね。乗っちゃうんだ。でも順番は順番はちゃんと守りますよ。よかったです、い去年の12月に日本に来て、今もうねそこから9ヶ月10ヶ月ぐらい経つけど、そういうところは日本人っぽくなった。あ、そう。ありがとうございます。ね、学校でもね、例えば先生に質問したい時とか相談したい時とか、みんなこうね順番守って待ってくれてるもんね。他にありますか？日本に来たばかりのところ、日本語に自信がなくて不安でした。そんな時に日本人の優しさを感じることがあります。ああ、そうだったんだ。今ねこうやってラジオでもすごく上手に日本語でねエピソード話してくれてるけど、やっぱ最初は不安だった？はい、そうです。どんな時に日本人の優しさを感じました？コンビニでも探しているものが見つからないと、何をお探しですか、と声をかけてくれる。その店に置いていなかったら、他店の在庫まで調べたり、取り寄せたり取り置きしておいてくれる。上海のコンビニはちょっと違う？はい、上海のコンビニの店頭には必ずタッチパネルがあります。お客様が自力で買い物をすることができます。わからない場所は地下鉄店員に問い合わせます。そうなんだ。まあ結構日本はコンビニもそうだし、あとお洋服とかスーパーとかでも、自分が探してるものが見つからないとね、すぐにこう店員さんに「すいません」って声をかけて「これ探してるんです、これが欲しいんだけどちょっと見つからなくて」って言ったら「あ、こっちですよ」とかって、ね、言ってくれたりとか、あとは「ちょっとここのお店にはないんだけど隣の駅のお店だったら置いてますよ」とかね、結構言ってくれたりするもんね。なんか結構そういうのが日本人としてはおもてなし、なんか接客の根本みたいな風に感じるんだけど、まあ、上海ではタッチパネル便利、自分で欲しいものは自分で調べて、はいそうです、まあ、それでも分かんなかったら店員さんに声をかけてみる。はいそうですね。ああ、そっかそっか。流れも少し違う感じがしますね、上海はもう忙しい皆様もだから、それ自力で買い物をすることは便利ですね。そっか、逆にね、こう店員さんは忙しいから声をかけようと思ってもなかなか、声かけづらかったりとか、あと結構待つのかな、調べてもらうのに。そうですね。それだったら自分で調べた方が早そうですね。多分結構日本人は困ってる人とか見るとついね、なんか手伝いましょうかって言いたくなっちゃう。困っている、助けてほしいという言葉を口にしなくても、困ってそうな人に声をかけてくれる。学校の先生たちも例えば授業中に少しわからないな、でも質問しつらいなと思っていると先生から「何かわからないところがありますか?」と聞いてくれる。少し体調が悪い時には「大丈夫?」と聞いてくれる。それはちょっと心強いよね。なんか言えないかもしれないって思ってる時に声かけてもらうとね、確かに TLS もね、なんかこう言葉にしなくても困っていそうだなっていう学生がいたら顔を見て声かけるっていうのがね、結構 TLS スタイルなのでね、なかなか自分からこうどうしようかなどうしようかなって聞けないでいる学生たちの声もね、一つ残らず拾ってサポートしていきたいと思ってますよ。はい、安心して生活することができていますね。それは良かったです。地下鉄の話とかコンビニの話とかもいろいろ話聞いてて、やっぱり私たちが普段日本で生活をしている、もう生まれてずっと日本で育っている私たちには当たり前って思ってることも、ジョさんみたいにね、留学生として日本に来ている皆さんにとっては珍しく感じるっていうことがあるってことが分かって、すごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私はここまでで石川さんにお返しします。
ではジョッキブンさん、そろそろお別れの時間になりました。さっきはウルトラマンのね曲を教えてくれたんですけれども、今度は好きな日本の曲を教えてほしいんだけど、どんな曲ですか？はい、茅野愛さんの君がくれたものです。君がくれたものってあれだよね、ゾーンの曲だなって思ったんだけど、違うバージョン？はい、そうです。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないというアニメです。とても感動するアニメです。はいはい、日本でもすごく人気だったアニメですね。わかりました。じゃあ皆さんにその曲を紹介してください。私の好きな日本の曲は君がくれたもの、聴いてください。ゼウェイ。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の